皆さん、こんにちは。日本語デイリーポッドキャストへようこそ。パーソナリティのゆいです。こんにちは、はるきです。いつも聞いてくださってありがとうございます。このポッドキャストは日本語を勉強している皆さんがリラックスしながら毎日少しでも日本語に触れるためのチャンネルです。気軽に楽しんでくださいね。さて、今日は早速本題に入りたいと思います。実は先日、私たちの YouTube チャンネルにとても大切なコメントが届いたんです。へえ、どんなコメントですか？少し読ませていただきますね。こんにちは先生。文法が思い出せません。助動詞もわかりません。日本語が上手になる方法はありますか？というコメントでした。うわー、わかります。すごくわかります。これ本当にたくさんの人が同じことで悩んでますよね。私もそうでした。本当にありがとうございます。この質問はきっと多くの学習者の方が心の中で思っていることですよね。以前のポッドキャストでアウトプットが大事とか単語を忘れない方法について話しました。話しましたね。インプットだけじゃなくて話す練習をしようとか SRS を使いましょうとか。はい。でも今日の話は少し違います。今日はただの覚え方じゃなくて文法、特に助動詞との付き合い方を根本的に変えるお話をしたいと思います。根本的に変える？面白そう。今日のテーマは文法を勉強するのをやめて感じるようになろうです。感じるですか。なんだか詩みたいですね。でもすごく興味があります。じゃあ早速始めましょうか。まずコメントをくださった方が悩んでいる文法が思い出せない、助動詞がわからないという問題。ゆいさんは日本語を勉強し始めた時どうでしたか？もちろんです。私も本当に苦手でした。特に分厚い文法の教科書を買ったんですけど、読めば読むほど頭が混乱してきて、わかります。例えば、なければならないと、ないといけないと、なくてはいけない。全部意味は同じなのに、どうして3つもあるのってパニックになりました。確かに。それは多くの人が通る道ですね。問題の根本は私たちが文法を数学の公式みたいに扱ってしまうことにあると思うんです。数学の公式？どういうことですか？例えば、動詞のグループ1はマス形がイの音で終わる。グループ2はエの音で終わるというルールを一生懸命覚えますよね。はい、覚えました。でも実際に話すとき、頭の中で、この動詞はグループいくつだっけ？だからこの形に変えてなんて考えていたら会話になりませんよね。なりません。考えているうちに話したいことが全部どこかへ行っちゃいます。そうなんです。特にコメントにあった助動詞。これは本当に厄介です。助動詞は動詞にくっついて意味を少しずつ変えていく小さなパーツです。小さいのにたくさん仕事をするから大変ですよね。たいとか、ないとか、れるとか。そしてそれらが鎖のようにつながることがあります。例えば日本語に食べさせられなくないという言葉があります。うわ、出た、長いやつ。これを文法のルールだけで考えるとこうなります。まず動詞食べる。それにせるがついて食べさせる。次にれるがついて食べさせられる。ふむふむ。そこにたいがついて食べさせられたい。最後にないがついて食べさせられたくない。もう無理です、先生。頭が痛くなりました。ですよね。こんな風に一つ一つのルールを別々に勉強していると、つながった時に全く理解できなくなってしまうんです。これが文法が思い出せない原因の一つです。ルールは知っていても使い方が体に染み込んでいない状態なんです。なるほど。頭で理解しようとしすぎていたのかも。じゃあどうすれば体で覚えられる、つまり感じることができるようになるんでしょうか？はい。ここからが今日の本題です。文法を感じるための具体的な方法を3つ紹介します。まず1つ目は動詞の活用ドリルです。ドリル？なんだかまた勉強っぽくないですか？大丈夫です。これは教科書を開くドリルではありません。
口を動かす、声に出すドリルです。スポーツ選手が毎日同じ練習をするように、頭じゃなくて体で覚えるための練習です。へえ、面白そう。やり方は簡単です。まず簡単な動詞を一つ選びます。例えば、行く。そして主語は私に固定します。それを思いつく限りの助動詞をつけて声に出して言ってみるんです。なるほど。やってみてもいいですか？もちろんです。行く。私が行く。私が行きたい。私が行ける。私が行かない。私が行かなかった。私に行かせたい。こんな感じですか？素晴らしい。完璧です。ポイントは文法の正しさを気にしすぎないこと。とにかくリズムよく口からスラスラ出てくるまで、毎日一つか二つの動詞でいいので繰り返すんです。これを続けると脳が自然に活用のパターンを覚えます。確かにこれならゲームみたいで楽しいかも。頭じゃなくて体で覚えるですね。その通りです。では二つ目の方法。これはゆいさんの得意分野かもしれません。私のですか？はい。感情とセットで覚える方法です。具体的には好きなアニメやドラマのセリフをそのまま真似することです。あ、それ私無意識にやってました。大好きなアニメのキャラクターが急いでいる時に、もう行かなくちゃっていうシーンがあって、いい例ですね。その行かなくちゃっていう言葉を聞いた時、私は文法の教科書でなければならないのカジュアルな言い方なんて考えていませんでした。ただ、急いでいる時、時間がない時はこういう風に言うんだって、そのキャラクターの焦っている気持ちと一緒に覚えたんです。まさにそれです。それが文法を感じるということです。なくちゃという文法をルールとしてではなく、焦りや急ぐという感情とセットで覚えている。そうやって覚えた言葉は絶対に忘れませんし、同じような状況で自然に口から出てきます。確かに、この文法を使おうじゃなくて、あの時のあの気持ちだって感じで思い出せます。ですから、リスナーの皆さんも心に残ったセリフがあったら、その文法を調べる前に、まずどんな気持ちの時にこの言葉を使ったんだろうと考えてみてください。そして、その気持ちを込めて何度も真似していってみる。これが非常に効果的です。一つ目が口のドリル、二つ目が感情で覚える。どちらもすごく実践的ですね。じゃあ三つ目は何ですか3つ目は、シンプルにすることとグループ分けです。シンプルにする？はい。先ほどゆいさんが言っていたように、日本語には同じような意味を持つ文法がたくさんありますよね。なければならない、ないといけないとか。はい、それでパニックになりました。全部を一度に覚えようとしないことが大切なんです。まず、自分が一番使いやすい、覚えやすいと思うものを一つだけ選んで、それを完璧に使えるようにするんです。例えば、must do を言いたいときはいつもなければなりませんを使うと決めてしまう。なるほど。一つに絞るんですね。確かにそれなら迷わないかも。そして、その一つの使い方に慣れてきたら、初めて、じゃあ、ないといけないはどんな時に使うんだろうと、次のステップに進めばいいんです。欲張らないことが結果的に近道になります。全部を一度に覚えようとしない。大事なことですね。じゃあ、グルーツ分けというのは？これは、バラバラになっている助動詞や文法を機能で仲間にしてあげるということです。例えば、わかった。例えば、したいことグループ。何々たいと何々欲しいは仲間みたいな感じですか？その通りです。素晴らしい。他にも、できることグループは、れる、られる、ことができる。しなければいけないことグループは、なければならない、ないといけない。アドバイスグループは、for がいい、たらどうですかというように、自分で簡単なグループを作って整理するんです。わー、地図みたいでわかりやすい。頭の中がすっきりしますね。一つ一つの点を覚えるんじゃなくて、どの点がどのエリアにあるのかを理解する感じ。そうすることで文法の全体像が見えてきて、
今、自分はアドバイスがしたいから、このグループの言葉を使おうというふうに、引き出しから取り出しやすくなるんです。なるほど。今日の話を聞いてなんだか文法と仲良くなれそうな気がしてきました。ただの暗記じゃなくてトレーニングしたり、感情を込めたり、整理整頓したり、もっとクリエイティブなものなんですね。まさにその通りです。文法は皆さんの日本語を縛るルールではなくて、皆さんの気持ちを豊かに表現するための道具ですから。ということで、今日は文法を勉強するのをやめて感じるようになろうというテーマでお話ししました。なんだかすぐにでも試したくなる方法ばかりでしたね。今日のポイントをまとめると3つありました。1つ目は、スポーツのように口を動かす動詞の活用ドリルで頭じゃなくて体で覚えること。2つ目は、アニメやドラマのセリフを感情とセットで覚えること。3つ目は、一度に全部を覚えようとせず、文法をシンプルにしてグループ分けすることでした。それでは今日のベストフレーズ3選です。ポッドキャストの中で使った皆さんにぜひ覚えてほしい表現です。1、頭じゃなくて体で覚える。2、感情とセットで覚える。3、全部を一度に覚えようとしない。この3つのフレーズは今日のメッセージそのものです。ぜひ皆さんの勉強のモットーにしてみてください。もしこのエピソードが役に立ったと思ったら、ぜひいいねとチャンネル登録をお願いします。皆さんの応援が私たちの力になります。そして今日のエピソードの詳しいスクリプトは私たちのブログで全部読めますよ。漢字の確認やもう一度ゆっくり読みたいときにぜひ使ってくださいね。アドレスはjapanesedailypodcast.blogspot.com です。それでは最後にリスナーの皆さんへ質問です。皆さんが日本語の文法を覚えるときに使っている一番好きな方法は何ですか？こんな方法が楽しいよというのがあったら、ぜひコメントで教えてください。皆さんのアイディア楽しみにしています。はい。それでは今日はこの辺で。また次のエピソードでお会いしましょう。じゃあねー。さようなら。